シティウォークではミニオンの最新作に合わせたフォトスポットが設置されてます。ぜひ下着までびしょ濡れになってね。皆さん、こんにちは。USJ によって暗黒面に落とされた男、つむにむです。今日は7月26日、日曜日です。夕べまでディズニーランドにいたのでヘトヘトっす。今日の朝、夜行バスで帰ってきたのでね。さてガキども、夏休みが始まったな。あーしは歯磨きカレンダー以外の宿題をやったことないけど、みんなは宿題は早めに済ませようね。それで USJ も当然夏休みということになりますので、どれくらい混んでるのかなど、パークの様子を紹介します。USJ では水かけイベントがスタートし、非常に賑わいを見せてます。いよいよ夏って感じですね。夜はショーも開催しますが、あーしまだ体験できてないんすよねとほほ。さて、ただいまの時刻は10時10分。USJ はとっくにオープンしてるので、さっさと入場しましょう。今日も京都テクッソ遠い保安検査場に向かいます。朝の保安検査場の様子はこんな感じです。あれ、こっちはガラガラっすね。ということは、もう入場作業は大体完了しているようです。では入場ゲートに並びます。USJ の入場ゲートには左右があり、手前の列、つまり右側ゲートの方が混みやすい傾向にあるんですね。ほぼ例外なく右は混んでます。手前にあるから、ここに人が集まるんでしょうね。なぜそこまで顕著に違いが出るのかは不思議ですが、まあ今はもう入場作業も完了してるので、ゲートは右側しか開いてませんけどね。10時20分、インパしました。この日の実際の開園時間は8時30分。公式の開園時間も8時30分なのでフライングはしていません。さて、整理券ですが、任天堂はなんと配布していません。おう、今日もか。任天堂の整理券は、だいたい開園から30分ほどで配布スタートします。なので、今も配っていないということは、今日は配布しないかもしれません。フリーレンの整理券は、最速で12時45分の案内でした。ところで、ドクのグリーティングですが、先日から新しくなったらしいので、今日は、それも見に行きたいですね。では、スマホアプリで混雑度の推移を見てみましょう。夏休みの始まる8月20日以降、若干混雑はしてきていますが、特筆するほどではないですかね。任天堂エリアなどの遠方ゲストに人気のスポットは混み、逆に昔からあるアトラクションは30分とか40分とかで乗れる感じです。そういえば、ディズニーもそこまで混んでなかったっけ？ただ、やはり観光客は増加してるようで、常に混んでる任天堂エリアは、夏休み以降、さらに混んでます。あんな狭いエリアでぎゅうぎゅうなんて真っ平ですね。ちなみに、今日の最高気温は36度。日本は高湿なのも相まって、地獄のように暑いです。水分補給だけはしっかりしてくださいね。USJ も相場の2倍の価格でドリンクを売るなど皆さんの健康をサポートしてます。年間パスセンターで開催中のジオラマギャラリー第2弾は7月29日までです。7月30日からは第3弾がスタートします。あれ、よく見ると昔テレビプロダクションツアーで使っていた Q ラインで工事をしていますね。ここは以前はモニターなんかもありましたが、今ではすっかり何も使ってませんけど、もしかしたら新しいホラーメイズとかで使うのかな。ちなみに、更衣室は相変わらず案内があるだけで稼働はしていません。今びしょ濡れイベントに参加される方は注意してください。ちなみにステージ週8前にできた新しい広場ですが、ちょっとした変化がありまして、芝生の上にベンチが設置されました。なんだろう、昔の靴磨きの椅子みたいに妙に周囲より高くてやや不自然な見た目ではありますが、まあおそらくこの小さな芝生エリアは立ち入り OK なのに、あまりに小さすぎて花壇か何かと勘違いされて誰も利用してくれないからということなのでしょう。ではドクは来てくれますかね。10時45分、デロリアンの前にはシートは設置されていませんでした。ありゃりゃ、そりゃ残念。というのもこちらのグリーティングは開催時間は未定なものの予測自体はできる判断材料がありまして、この床のシートが設置された15分後にグリが始まるという決まりがあるんですね。なので今は設置されていないので後で様子を見に行きましょう。ちなみにグリーティングはドクとブルースブラザーズの2パターンがありますが、回数はドクの方が圧倒的に多いです。ブルースブラザーズは夕方からアルティメットブルースバッシュの方に借り出されるので、グリの開催は2回とかそんなもんです。一方でドクはこのグリーティングしか出番がないので、その分グリの開催はたくさんしてくれます。なので、ぶっちゃけ運任せで寄っても割と遭遇する確率は高いですよね。では、手始めにエントランスに近いアトラクションの待ち時間を見てみましょう。10時55分、時点でのジェットライトの待ち時間は50分でした。このライドは並ぶ前に手荷物をすべて預けるクソ仕様ですが、今の時期はポケットに入るサイズの日傘やペットボトルは持ち込めます。折りたたみの傘なんて持ってない。用意の足りない己の愚かさを恨むんやな。ここでスタジオスターズレストランの工事に進展があったのでお知らせします。長らく囲いをして土を掘り返してるだけでしたが、塀が高くなりましたね。ここにはレストランの新しい建物が増築されると思います。入り口から見て右側のエリアはトイレを境に壁が設けられて完全に封鎖されています。
ここはもともとハリウッド黄金期の壁画のあったスポットですね。おそらく増築部と合体するための工事なんでしょうけど、壁画は残るのかどうなるのか、非常に心配ではあります。11時になったため、クールスプラッシュタイムが始まりました。すごい水量でカメラは間違いなく壊れます。さすがユニバは迫力が違います。と言いたいところですが実は先日ディズニーシーに行きまして、あちらではなんと常時ウォーターキャノンを稼働させてることに衝撃を受けたんすよね。昔あったような USJ の優位性はどんどん減って平均化されている印象もありました。欅ロードからミストが出てますね。USJ は熱中症対策にかなり力を入れていて、これもその一環ですね。ただですね、正直な感想を言わせてもらうと、これ大して涼しくはないです。個人的にはアニメセレブレーションの出口の休憩スペースをおすすめします。あれ、よく見るとお猿のジョージのスポンサーの看板なんてあったんですね。しかし、よく見るとアニメセレブレーションプレゼンテッドバイと書かれています。これって、お猿のジョージのスポンサーではなく、この施設そのもののスポンサーってことなんでしょうかね。名探偵コナン 4D と同じタイプの運営費負担の方式のようです。アニセレの出口の休憩スペースは本当に冷房がガンガン効いていて涼しいです。サングラスが寒暖差のせいで曇ったのには驚きです。ちょっとジジババどもの真相には悪い温度差かもしれません。この少子高齢化対策の施設はめちゃくちゃ快適な一方で需要も高かったりします。昼過ぎとかになると避難民で溢れて逆に空気が凄まじく悪くなります。いずれにせよ外で過ごすよりはマシです。イルミネーションシアター前ではミニオンの映画最新作に合わせ食事と写真が撮れるスポットができました。エロい姉ちゃんはぜひ撮ってください。11時30分、ドクが現れそうか確認しに来ました。シート敷いて気温測定してますね。これがグリーティングが始まる15分前という合図です。と思いきや、よく見たら、これブルースブラザーズ用の準備っすね。まあジェイクとエルウッドにも会いたかったので、ちょうどいいですが、とりあえず15分も待てないほど今日は暑いので、ショップに避難しましょう。ポケモンのイベントは現在パレードくらいしかやってませんが、売り場はどこも電気ネズミ友だらけです。確実にスパイダーマンの後釜にこいつらを招こうという下心が透けて見えます。マリオカートのマリオとクッパのトミカですが、最近レインボーロードの土台が付属しまして、2500円で販売されるようになりました。なかなかお買い得やん。と一瞬騙されましたが、よく見たら各2500円ですね。2つで5000円か。ガキの誕生日プレゼントにしては値段の割にスケールも小さいのでなんとも微妙なラインのグッズです。お迎えのビバリーヒルズギフトでは、マンホールのマグネットとキーホルダーが売っていました。最近 USJ は大阪のマンホールを自社のものにしてるんですよね。まあ何気に私はまだ実物を一つも見かけてませんけどね。それをグッズ化したというわけです。デザインが複数あって可愛いっすね。全部揃えようとしたら財布がオケラになりますが、レジカウンターでは何やら工事をしていました。もしかしてここもセルフレジになる？はい、ということでステージ2週に向かいの女子トイレ前に行きましょう。あ、フィリックスくんやんけ。今日も可愛いでちゅねー。話を戻しますが、実は、ブルース・ブラザーズとドクはリスポーン場所が違うんですよね。ドクはピップラウンジの横のドアから現れますが、ブルブラは女子トイレ横の従業員用ゲートから現れます。ということでしばらく待ちましょう。女子トイレ前ということもあり、カメラはギリギリまで構えないでおきます。こういったリスクヘッジができるあたり、ああ知って見かけによらずお利口さんなんやなぁと思います。IQ は多分1億くらいでしょう。ありゃ、フィリックスくん戻ってきちゃった。何気にこの子ってリスポーン地点がコロコロ変わるので狙って会うのはかなり難しいんですよね。ステージ22前ではホットドッグが900円で売ってました。これを取ってたら店員さんが貧乏で買えないけど SNS にはアップしたい承認欲求高めの人だと思ってそうな素敵な笑顔で手を振ってくれました。皆さん、アーシを助けると思ってぜひスパチャしてください。ということで11時45分、ブルース・ブラザーズが現れました。ここからゆっくり歩きながら車の前まで行きます。雨の日や凄まじく暑い日はキャノピーの下で開催するそうです。なので雨が降ってる日は車の前でドクやブルブラを待っても意味はないので注意しましょう。それにしても暑そうな格好やな。本人曰く特別なスーツだから意外と涼しいそうですが、メッシュ生地なのかな。 USJ 情報と LCA Studio USJ Kanji I don't know LCA Studios 14時50分動画の進行が遅れてきてるので先に他のスポットを回りましょう。もちろんドクはちゃんと会えてるのでご安心を。グラマシーパークでは16時15分から始まるノーリミットパレードの特別鑑賞エリアの準備をしていました。このパレードって夏になってから16時以降にしか開催しなくなりましたよね。これ例年だと夏はウォーターパレードとして開催してますが、今年の夏はただのパレードです。いたずらにゲストを炎天下に待たせ、パレードから排ガスを撒き散らして、しまいには開始10分前に本日は父なので中止ですとかほざくだけのパレードですので昼間に開催しても意味がないということでしょう。今年の水かけイベントは先ほど紹介したクールスプラッシュタイムと、あとはジュラシックパークとウォーターワールドが水量アップしたくらいですかね。ポケモンエリア仮称の工事もまだ終わっていません。ほんと長いですよね。少し前から新しくこちらの建物にも囲いが加えられ、まだまだ作業は続くと思われます。以前に紹介した通り、すでに建物のカラーリングは大幅に変更されていることが確認されています。今のところピンクだとか黄色だとか、そういったゲスの配色は使われていないっぽいですが、
いずれにせよニューヨークエリアはもう2年くらいずっとこの風景のままです。もしポケモンが開業したら名探偵コナン 4D はどうなるんでしょうね。とても常設のアトラクションには見えないのですが。それにしてもデリシャスミーの工事はほんと長いですね。レンガ造りの建物は総じて改修に時間がかかるとはいえちょっと長すぎます。そういえばサンフランシスコエリアでも最近続々と改修工事が始まりました。アミティの工事がやっと終わったところなんすけどね。またかよ。主な改修エリアはロンバーズランディングとフィッシャーマンスワーフの看板です。カニの看板の方はすでに改修作業が終わっており綺麗になっていました。いや正直違いなんてよくわからないですがなんとなく綺麗になったような気はします。いずれにせよこの看板はフィッシャーマンスワーフの魂なので今後も拝めるのはありがたいです。サンフランシスコエリアは活気がないわけではないですがアトラクションは一つもなくて寂しいですね。そういえばハリウッドのワイルドスピードソフトオープンが始まったみたいですね。メリケン人が羨ましいっす。なんか看板が出ていますね。USJ では現在やりすぎフード祭りと題して一部フードにて増量キャンペーンを実施しています。いろいろありますがこのザ・ドラゴンズパールの冷麺見栄えキャンペーンが一番パッと見た感じお得感があります。最初は年間パスのみのサービスで16時以降に年パスを見せたら増やしてもらえるというものでした。しかし7月13日からは一般客でも増量してくれるみたいです。開催期間は9月6日まで。ではジュラシックパークエリアに行きましょう。以前紹介したたった1日半で終了したウォーターキャノンですが復活したらしいのでその様子も見に行きます。ではアトラクションの待ち時間を見てみましょう。15時05分時点の待ち時間はゴマ釣りファッキンウンチーバードが40分、ジュラパは35分待ちでした。入り口に看板が出ています。ウォーターキャノンがなかった期間も当然びしょ濡れマックス版と歌って営業していたので TikTok とかではめっちゃ濡れますとか紹介されてましたけどね。いやいや普段と大差ないで、さすがに詐欺に近いような状態はまずいということで2日間休止してなんとか設置したらしいです。ところでインジェン車のジープなのですが最近アンテナが2本設置されました。なんか触覚みたいで可愛いっすね。でもこれ原作のロストワールドにはなかったものになります。ならどうして設置したのと思うでしょうがよく見ると配線などもあり明らかにフェイクではありません。調べると無線用のアンテナらしいですね。何らかの業務上の理由で設置したということでしょう。どうせ設置するならインジェンのジープが適当だと判断したみたいですが可愛い見た目になりました。ところで先日ディズニーランドに行って久しぶりにスプラッシュマウンテンに乗ったのですがやっぱりあちらの方がアトラクションのクオリティは高いですね。しかもダークライド要素が強くちゃんと涼しい。完成度はあちらの方が高いですがアーシは生粋のジュラシックパークファンなので至らないところを含めて USJ の方を押させていただきます。あ、そうそうここで一つ残念なお知らせがあります。ディスカバリーレストランがワンピースに乗っ取られました。くそ結局こうなっちまうのか。ちなみにロストワールドレストランはフリーレンに乗っ取られてます。つまり年末までこのエリアにはジュラシックパークのレストランは存在しないことになります。いつも気になるんですがこれってどうしてもここで開催しなきゃダメなんすかね。鬱陶しいんですが。ではスプラッシュダウンの様子を見てみましょう。おお、ウォーターキャノン復活してますね。水量はまあ言うほどすごいというわけでもないですが、それより以前は岩のイミテーションがキャノンについてましたけどあれなくなりましたね。シンプルイズベスト。あれが不具合の原因だったということでしょうか。15時25分になりました。そろそろ任天堂エリアに向かいます。今日は結局整理券配布しなかったですね。自由に入場できるのは実に便利でストレスフリーです。アーシは整理券を確認する際にヒューウィングを打って叫ぶ茶番が大嫌いなのでそれをせずに済む点でも嬉しいです。エントランスは賑わっていますがベビーカーの量は少し少ないでしょうか。ピーチ町の中は完全に暑さで干からびた連中が雑魚寝する無法地帯と化していました。アイリン福祉労働センターを思い出しますね。あれってもう取り壊されたんでしたっけ。あの壁の絵に飛び込む写真が撮りたいって人にとっては絵の前で雑魚寝されるといい迷惑でしょうけどね。アーシはさほど興味はないので他人事だったりします。ではエリアの様子を覗いてみましょう。中はかなり混んでいます。というか任天堂エリアはいつもずっと同じくらい混んでいます。ここで誤解してはいけないのは別に整理券配布の有無は混雑度と特に関係はないという点です。いや原則として影響はしてるんでしょうが結果的にその恩恵を感じにくいというか、今日は整理券もないしエリア内も少し空いてるねなんて日は存在しません。不思議っすよね。ただ任天堂エリアって非常に人気ですしゲストの大半がここに来るために大阪に来たと言っても過言ではありません。動画のためにいやいや訪れてる偏屈なんてアーシくらいでしょう。なのでエリアの滞在時間は非常に長いしキャパいっぱいまでゲストがいる場合さほど興味のないゲストは今日はいらないやってなるわけです。結果的に任天堂エリアの混雑度は整理券対応だろうが違うだろうがおおむね一定に収まるような気はします。なので今日も大した恩恵を浴びることなく散策しています。ではそんな今日の待ち時間を見てみましょう。15時35分時点の待ち時間はマリオカートが100分、ヨッシーアドベンチャーが50分でした。キノピオカフェの入店整理券は配布すらしていませんでした。というかいつも配布してないですけどね。ではドンキーコングエリアの様子も見てみましょう。
ここはいつもすごい人でキャパオーバーって印象です。最近はゲスコンが上手くなってきたのか、朝一以外で列がエリア外にまで伸びるっていう日はあまり見かけなくなりましたね。以前はエリアにいるゲストの大半がQラインに収まりきれず溢れた連中って感じでしたけど。さて、待ち時間は150分ですが、風が強いのでしょうか。運休する可能性があるとスピールされてます。なんだろう、これでも十分混んでるんですが、先日260分を見たばかりなので、相対的にマシに感じちゃいました。米国だと40分で乗れるようなアトラクションなんですけどね。米国はアクセスが面倒なものの、パーク内は快適なリゾート型。USJ は都市部にあるためアクセスが便利なものの、パーク内は地獄絵図っていう印象は常にあります。これはディズニーも同じですね。では続いてはハリーポッターエリアに行きましょう。ここも遠方ゲストに非常に人気ではありますが、行き止まりのエリアであることや開業して10年以上経つこともあって、地元民は意外と寄りつかない印象もあります。あくまで肌感の話です。そういえば先日少し騒ぎになったのはこちらのホグワーツ特急。これは実は裏に回ると客車を再現したセットがありまして、そこで写真が撮れるサービスがあるんですね。これが8月31日をもって営業を終了するとのことなんです。もう一度言いますが、なくなるのは客車と写真を撮れるサービスです。なので、機関車のセットがなくなるとは書かれていません。ただ一つ補足させてもらうと、多くの人が注意、機関車は残りますと訂正していますが、これは訂正にはなっていません。なぜなら、USJ 公式は機関車は残すなんて言ってないからです。ここで重要なのが、USJ は営利目的の施設のクローズは告知しますが、他は一切告知しません。つまり、フォトサービスは金銭が絡む施設なのでクローズを発表しましたが、ホグワーツ特急がどうなるのかは撤去しようがしまいが、絶対に告知してはいけない決まりになっています。わかりやすい例を挙げるなら、スパイダーマンサライドのクローズは発表されましたが、ニューヨークエリアそのものを封鎖することは発表していません。それと同じです。長々と語りましたが、もちろん、ホグワーツ特急がなくなるとはさすがのアーシも思いませんが、機関車は撤去されませんなんて訂正を、部外者が勝手にすべきではないかなという気もします。では、アトラクションの待ち時間を見てみましょう。16時35分、時点の待ち時間は、フォービドゥンジャーニーが50分、ヒッポグリフが60分待ちでした。さほど混んではいないという数字です。それでは17時05分。あ、メロリアンの前で準備してますね。あと15分程度でドクが来てくれるみたいです。ということで、17時20分になりました。ドクが出てきました。ドクは、ブルース・ブラザーズとは違うドアから出てくるんすよね。そして皆さん気づきましたか？ドクの白衣が新しくなり、フューチャーテクノロジー研究所のロゴが描き加えられました。いや、やっぱり USJ 版のドクといえばこのスタイルですよ。懐かしい気分でいっぱいです。アトラクションがなくなって以降、このヘキサゴンマークは一切見かける機会がなかったので、10年ぶりのお披露目です。ただ、その代わりに以前はあったグレムリンのメモ帳がなくなりましたね。これ勝手な予想なんですが、権利的なリスクの高さから新調したんじゃないですかね。毎回グレムリンのメモ帳にモザイクかけるのもポルノハブみたいでだるいですし。ちなみに、この日、実際にアーシが特にあったのは10時30分、12時30分、17時20分でした。実は動画の進行の都合で割愛してるだけで3回も会ってたんすよね。会えなかったとかいうくだりはただのやらせです。ちなみにグリの時間は毎日変わるみたいですが、おおむね切りの良い時間ということだけはわかります。ちなみに質問が来ていたので、一つドクのグリーティングのアドバイスを教えましょう。実はこちらのドク、ペンとメモ帳さえ持参すればサインを書いてくれます。メモ帳じゃなくても模型とかポスターとか何でも OK ですが、ここで注意したいのはどうやって書いてもらうか。こちらのグリーティングは基本的にドクがゲストとツーショットを撮るのですが、撮影は別のゲストにお願いします。そしてその撮影をしてくれたゲストが次に当てられます。この流れをずっと繰り返すんですね。そして一度当てられた人は、その回ではもうドクからは声をかけません。なのでドクに当てられた時点で、写真ではなくサインが欲しいと名乗るか、あるいは写真を撮ってもらった場合は、その後は、どうにかこうにかサインも欲しいとアピールするしかないです。ちなみに近くに立っているクルーに相談して勝手に予約を取ったと誤解されてる人もちらほらいますが、クルーさんはただの見張り役です。彼らが何かゲストの手助けをしてくれるわけではないので、相談しても無駄です。なのでクルーに、ドクってサイン書けますかと聞けば、当然、できますよ、と彼らは返しますが、それはただ質問に答えただけです。何か取り計らってくれたりだとかそんなことは一切ないので、勝手に誤解して勝手に誤爆しないようにお願いします。では、今回の動画はこの辺で、また次回にご期待ください。それでは、さよなら、さよなら、さよなら。